平穏な日常の崩壊。2004年11月17日、水曜日、日本の古都、奈良市内の小学校に通う一人の女児が、下校途中に突如として姿を消しました。この事件は、それまで比較的安全とされてきた日本の地域社会に、見えない犯罪の脅威をまざまざと突きつけるものとなりました。女児の失踪後、地域社会と警察は一斉に捜索を開始しました。しかし、日が暮れても手がかりは得られず、事態は最悪の方向へと進んでいきます。翌18日、女児は奈良県生駒郡平栗町内の道路脇の側溝に遺棄されているのが発見されました。この事件は、わずか7歳の幼い命が理不尽な暴力によって奪われたという痛ましい事実だけでなく、地域の子どもたちを狙った無防備な犯罪として、社会全体に深い動揺と恐怖を与えました。事件の発生場所は、学校や住宅が隣接するごく一般的な生活圏でした。この平穏な日常のすぐそばで、このような凶悪な犯罪が起きたという事実は、安全な場所などない、という厳しい現実を突きつけ、私たちに地域社会の防犯意識の根本的な見直しを迫るものとなりました。犯人像と得意な手口、警察の捜査は、現場周辺の住民や不審人物の洗い出しを中心に進められました。そして、事件発生から間もない11月22日、奈良県警は、奈良市内に住む当時36歳の男、小林薫を逮捕しました。犯人の小林薫は、事件当時、アルバイトで生計を立てており、過去に盗撮や強制わいせつなど、子供を狙った犯罪で服役経験がある人物でした。捜査を通じて明らかになった犯行の手口は、その動機と実行の異様さに特徴づけられます。小林は、性的異常性や社会的な孤立を背景に、子供たちを狙う性的な衝動を抱えていました。彼は、子供たちが安心して歩いている下校時間帯を狙い、声をかけるなどして女児を誘い出し、自らの住居へと連れ込んで犯行に及びました。さらに衝撃的だったのは、犯人が逮捕前に、被害者の母親に対し、犯行を誇示するような写真とメールを送りつけた点です。この極めて非道で猟奇的な行動は、遺族の悲しみをさらに深く踏みにじるものであり、犯人の自己顕示欲の強さと、犯罪を通して社会との接点を持とうとする極めて歪んだ、サディスティックな心理を明確に示していました。遺体は、生駒郡平栗町まで運び出され、道路脇の側溝内に遺棄されていました。捜査当局への挑戦とメディアの過熱、犯人が被害者の母親に直接、メールや画像を送りつけたという事実は、捜査当局にとって、これまでにない情報戦と犯人心理の解読を要求するものでした。事件の報道は、連日過熱しました。特に、子供を狙った凶悪な犯罪という性質、そして犯人の猟奇的な行動が明らかになるにつれ、テレビや新聞は連日、この事件を大きく取り上げました。しかし、一部の報道は、犯人の過去や私生活をセンセーショナルに報じる傾向があり、被害者の尊厳や遺族のプライバシーへの配慮が欠けているという批判も生まれました。この事件は、犯罪者に関する情報の取り扱い、報道の自由、そして人権保護という、メディアと社会の関係における重要な問題を提起しました。地域社会では、事件発生以降、一斉に防犯意識が高まり、登下校時の保護者による見守り活動が強化されました。しかし、同時に、見知らぬ人への過度な警戒心が生まれ、地域住民間の信頼関係にも影を落とす結果となりました。司法の審判と永山基準の適用。逮捕後、小林薫は殺人、強制わいせつ致死、死体遺棄などの罪で起訴されました。裁判では、犯行の残虐性、計画性、そして犯人の性的異常性が争点となりました。弁護側は、彼の精神的な問題を主張しましたが、検察側は、犯行が周到であり、完全な責任能力を有していることを主張しました。そして2006年、
奈良地方裁判所は小林薫に対し死刑判決を下しました。判決の背景には永山基準と呼ばれる死刑適用に関する最高裁判所の基準がありました。永山基準は主に被害者数や残虐性、社会に与えた影響などを考慮するもので、本事件は被害者こそ一人でしたが、その計画性、性的動機、被害者の母親への直接的な写真とメールの送付という猟奇性、そして幼い被害者の尊厳を著しく踏みにじった残虐性が極めて悪質であると判断され、国民の法感情に照らしてもその生命をもって償うのが相当であると結論付けました。後に自ら控訴を取り下げたことにより死刑判決が確定。2013年2月21日に大阪拘置所で死刑を執行されました。この事件の司法判断は死刑制度の是非、再犯防止対策、そして未成年者を狙った犯罪への厳罰化について社会に改めて議論を促す契機となりました。地域社会の防犯と歴史の教訓。奈良省一女児殺害事件は日本の犯罪史において子供を狙った凶悪犯罪の予防という観点から極めて重要な教訓を残しました。事件後、多くの地域で防犯ブザーの普及、通学路の安全点検、そして不審者情報の共有システムの構築が急速に進みました。また、保護者や地域住民が協力し合い、見守り活動を日常的なものとする意識が定着しました。しかし、一方で、この事件が示すのは、犯罪は特殊な場所ではなく、日常の中で起きるという厳しい現実です。私たちは、この悲劇を単なる過去の記録として風化させてはなりません。失われたかけがえのない命に鎮魂を捧げるとともに、事件の記録を地域社会の安全と防犯の礎として活用し、孤立した個人を生み出さない社会の在り方を常に問い続ける必要があります。